ご視聴ありがとうございます。今回は来年8月開業予定の LRT 路線、芳賀宇都宮 LRT のご紹介です。前回ご紹介した6月下旬から4ヶ月、今年10月下旬に訪れた時の様子を前後編でお届けします。4ヶ月のうちに意外なほど進んだ工事とさらなる動き、そして間もなく始まる例のあれに注目です。前回までの動画をまだ見ていない方は概要欄から見てくださいね。ここは東北新幹線や JR の在来線が乗り入れる宇都宮駅です。西口東口があるこの駅から東口を目指します。目の前にあるペデストリアンデッキの向こう、JR の留置線を越えた先、途中にあった仮囲いは撤去され、奥には真新しい建物が見えます。向かって左側にあるのが商業施設で、その後ろにそびえるのが今年8月に開業したホテル、そして右下にあるのが大規模な会議場などを揃えた建物です。会議場とその手前のスペースには仮囲いが設置され、中には入れないようになっているものの、植え込みの整備も終わり、工事は最終段階といった感じです。そして今回ご紹介するのが、駅との間、JR の留置線のこちら側にある施設です。赤い高速バスとの間にあるあの設備。そう、今回ご紹介する芳賀宇都宮 LRT の起点、宇都宮駅東口停留場です。芳賀宇都宮 LRT は、ここ宇都宮駅東口を起点に、宇都宮市と隣の芳賀町を通る、全長 14.6 キロの路線。沿線にある工業団地などへの輸送に主軸が置かれています。全部で19の停留場が設けられる計画で、去年4月には正式名称も公表されました。そのうち5カ所は他とは扱いが異なり、周辺の交通との乗り継ぎ拠点、トランジットセンターと位置づけられています。駅東口のペデストリアンデッキには LRT の宣伝ポスターが掲示され、運行時間や列車本数、運賃も記載されているほか、西口のバスターミナルには、ラッピング付きのバスが時々やってきます。当初は2022年3月の開業を見込んでいましたが、感染症の影響などで用地買収が難航し、2023年3月に延期され、その後工事区間の一部で工事計画を見直す必要が生じたことからさらに延期、現在では23年8月の開業予定となっています。このあたりの経緯は、前回第2回の動画で詳しく取り上げていますので、概要欄から見てくださいね。宇都宮駅東口の乗り場は、バス乗り場などと同じく地上にあります。周辺の再開発とともに整備されたもので、入り口のエスカレーターは準備完了、上の看板も覆いを外せば表示内容が見えます。下矢印と2種類のピクトグラム、愛称であるライトライン乗り場の文字があり、その下には英語でライトライントラムと書かれているほか、中国語と韓国語の表記もあります。このうち左から2番目のピクトグラムはライトラインのシンボルマークで、すでに納入が完了している車両、HU300 型のデザインにも取り入れられています。ホームの床面は展示ブロックまで出来上がり、架線も張られたこの停留場。実は先ほどのエスカレーターと反対側にはエレベーターがあり、もっと近くから眺めることができます。ホーム上には発車案内表示器や腰掛けも設置され、今にも列車がやってきそうな感じです。左側のスペースは、上の階層と同じく広場となる予定です。ここから線路が伸びていくワクワク感が全開ですが、この路線の全貌は、それだけではありません。歩行者通路はここだけタイル張りではなく、その後ろには、他とは一味違うアスファルト舗装が線上に続きます。実はこの LRT には、駅西側への延伸構想があるのです。宇都宮の古くからの市街地は西側にある東武鉄道の駅の周囲にあるほか、西側には複数の学校があり、およそ2500人の高校生が駅の東西にある駐輪場を契約しており、朝には自転車が行き交います。JR 線との交差部分では、先ほどのペデストリアンデッキの高さまで軌道を持ち上げ、在来線と新幹線の間を抜ける計画とされ、難工事が予想される一方、まずは駅東側にある工業団地への輸送に重きが置かれたことから、西側は2030年代前半の開業を目指すとされています。路線の概要を解説し終えたところで、沿線の様子をご紹介していきます。ホームの先には信号機が設置され、その奥のカーブには踏切警報機もあります。軌道はこの先で左に90度向きを変え、東に進みます。このカットでは影になっていた場所にはダブルクロスポイントが設置され、横の信号機には×印が点灯しています。なお、
この横にある商業施設の案内看板では、ライトラインのところが隠されずに見えています。ここから、軌道は東に伸びる大通りの真ん中を抜けていきます。先にある停留場もここから見渡すことができ、上にある架線中のビームはすでに開かれ、架線も張り終わっています。路面電車によくある、電線が1本のみで、架線中の部分だけ別の線がついているタイプですね。そしてその先にあるのが、2番目の停留場、東宿号です。前回はもっそりしたネットで覆われていた停留場はすっかり出来上がり、あとは道路側の壁面にガラス板を貼れば完成です。発車案内表示器の内容は、種別と発車時刻、行き先の3つ。液晶タイプでしょうか。監視カメラも設置され、セキュリティも万全です。路面電車によくある溝付きレールの敷設も済んでおり、あとは周囲を埋めるだけ。反対ホームも出来上がっており、その間にある交差点でも、レールの敷設自体は済んでいます。なお、併用軌道区間の架線中は軌道の中心にあり、大きな交差点のみ、左右に張ったワイヤーを介して両側から支える作りです。工事は最終盤ですが、レールの左右が空いているところもあり、溝付きレールの継ぎ目や、レールの種類が変わる場所を間近に見られます。そして隣の停留場では、横断歩道が工事中。ホームやスロープも先ほどより遅れているらしく、進み具合が異なるのがわかります。そしてこの LRT では、停留場は交差点を挟んで互い違いにあります。これは、道路側に右折専用車線を設ける関係上、交差点の奥側に相対式ホームを設ける配置にしたからで、こうすれば交差点の手前で3車線を確保できます。直進左折で2車線取れる一方、ホームの工事中はすぐ横の車線を塞いだため、交差点内で車線が減って渋滞するのを避けるため、交差点手前の中央車線にトラックを置くという変わった光景も見られました。なお、前回の時点ですでに完成していた停留場横のマンション、まだ完売していないようです。そしてこの先で、軌道は陸橋で別の道路を乗り越えます。この陸橋はもともと片側2車線だったものを、LRT を通すために1車線に減らしています。陸橋側面の古めかしい作りと真新しい架線中が、なんだかミスマッチですね。ここからもわかる通り、この陸橋は元からあったものを流用しており、LRT のために掛け替えたものではありません。この長いスパンも LRT の荷重を考慮したものではないため、LRT の車両は逆にこの設備でも対応できるよう設計されています。陸橋を渡り終えたところでも、軌道の敷設や架線の張り込みが済んでいます。そしてその奥にあるのが、もう一つ隣の停留場。前回はいろいろ山積みだった資材は片付いており、そして前回の動画を覚えている方であればお気づきかと思いますが、次の停留場は、前回はまだ影も形もなかったものです。停留場そのものの工事は他とおおむね同じステップにまで進んでおり、4ヶ月もあれば景色も変わりますね。なお、下り線側の発車案内表示器がこちら。スペースが狭いためか、方面案内には終点の名称しかありません。そしてこの辺りから先は、LRT を通すにあたって道路を拡張した区間で、大きな建物を避けたため、道路が左右に触れています。その途中にある、前回は基礎工事中だった停留場の工事もほぼ終わり、追い込みに入っています。なお、上下線の間にはフェンスとブロックが置かれ、横断できないようになっています。この工事は駅近くの区間ではまだ途中だったもので、駅から遠いほど工事が遅れているというわけでもありません。似たような停留場ばかりですが、この次は違います。柱が太いのにお気づきでしょうか。また、周辺の建物が低くなってきた割に、交差点を行き交う車が多い場所です。そしてこの右手にあるのが、ベルモールというショッピングモール。ここは周辺の交通との乗り換え拠点、トランジットセンターに位置づけられているものの一つで、停留場のホーム幅も他より一回り大きいです。そしてこの後ろにあるバス停にも、ベルモール入り口の文字が、計画段階ではベルモールが停留場の名前になっていました。ポスターにあったベルモールというのはこの停留場のことでしたが、この種の商業施設は名称が変わることがあり、駅名などには採用しづらかったのか、大学に絡めた名称に落ち着いています。そしてこの LRT にとってさらに重要な場所が、ここから400メートル余り先にあります。交差点の先、道路が高さを下げる場所で軌道は逆に高さを上げ、道路を乗り越えて右に逸れていきます。これこそが、この LRT の特徴の一つ、
道路との立体交差です。この LRT の路線の中間あたりには、道路とは独立した軌道、専用軌道があります。その入り口にあたる場所に1箇所、そして出口にあたる場所にも1箇所、このような立体交差があります。ここから専用軌道になるため、軌道自体は一般の鉄道と同じ作りになり、レールも溝付きではない I 字型です。一方、架線中は相変わらず上下線の間にあるものの、この先では車体との干渉を避けるためか、曲線の外側の柱で複線分のビームなどを支えるものです。そしてこの櫓を使って架線を張り込んでいます。新鮮の香りが漂う設備の中で異彩を放つ木製の建具は、どこかから借りてきたものでしょうか。この LRT と旧来型の路面電車との大きな違いである、この立体交差。4ヶ月前は構造物の建設中だったのに比べれば工事が大きく進みましたが、歩道の整備がまだ途中で、道路側ではそれに伴う暫定運用が続いています。なお、道路のライン割りを見ると、ここで2車線が一時的に1車線に集約されています。先ほどの立橋もそうですが、渋滞が心配です。そしていかつい鋼材の橋桁で道路の外に出た軌道は、S 字カーブで再び向きを戻します。奥には建物がほとんどありませんが、ここは高低差がある場所で、これより東側では土地も低くなり、田んぼが目立ってきます。そして宇都宮駅から東に進んできたこの LRT は、もともとこの辺りで土地自体の高さが低くなるのを利用して、ここに立体構造を仕込んでいるというわけです。広がる田んぼに通すのは、ただの軌道ではありません。遠くに見える、複雑に立った架線柱と、2つの屋根。向こうへ行ってみましょう。高架から地上に降りるところでも軌道は出来上がっており、踏切の構築が途中です。そしてこのすぐ先にあるのが、起点から数えて7番目、およそ 3.7 キロの場所にある、平石停留場です。これまでで圧倒的に大きい、2面4線の設備。2面4線の停留場自体はここだけではありませんが、4線横並びなのはここだけなので、最も横幅があります。複線から外側に1線ずつ分岐し、真ん中には片渡り線。スケールこそ違うものの、一般の鉄道のそれと変わらない設備。4ヶ月でこの変貌ぶりで、その奥にある道路をくぐるトンネルも、構造物自体は出来上がっているようです。そしてここもトランジットセンターとされており、こちらでは広い土地を生かした周辺施設の工事が進んでいます。軌道が田んぼに出たのは大きな施設を作りやすいからですが、この広い土地の役割がもう一つあります。2面4線の停留場を過ぎ、東に伸びる本線と分岐して、90度向きを変えて南に伸びる2本の軌道。4ヶ月でレールの敷設まで済んだこの線路が道路を横切った先にあるのが、芳賀宇都宮 LRT の心臓部、車両基地です。この車両基地の敷地は、およそ4ヘクタール。路線で唯一の基地であり、他にも重要な施設が集まっています。敷地の北東、このカットの左手前にあるのが変電所で、他の3カ所を制御監視する役割も担っています。その蓮向かい、向かって右側にあるのが、本社機能を有する管理棟。そしてレールが溝付きから I 字型になり、先に広がるのが、留置線と点検や修繕を行う研修庫、保線部門の建屋です。一番左が2で、右に行くにつれて数字が増えていくのは、このさらに左側、敷地の東側に、車両の走行試験を行うための軌道があるからです。敷地の西側には、2020年8月からの工事の進み具合が空撮画像でまとめられています。掲載スペースはあと2列分程度で、工事もいよいよ終盤です。4ヶ月前は途中だった正門前の工事はあらかた完了し、管理棟も機能しているようですが、留置線などの設備自体はまだ工事中のところが残っており、クレーンで架線柱を吊る作業中です。ちなみにこの車両基地と平石停留場をはじめとした複数の施設は、前回の動画を公開した後で Google マップに追加されています。そして敷地内にあるのが、序盤で少しだけ触れたこの車両。今年6月、19編成すべての納入が完了した HU300 型です。勾配や既存の施設との兼ね合いを考慮した車両で、現在は路面電車が従う軌道法で全長が30メートル以内とされていることから、全長 29.52 メートルの3両連接車体。一方車両を増やせる設計となっており、車両基地の留置線もそれを考慮した長さです。性能も60%ミルを超える勾配に対応し、編成定員は150人余りと、
国内の路面電車としては最大級の輸送力を誇ります。そして最高速度は時速70キロ。現在は軌道法の関係で最高40キロですが、将来的な法改正を前提に最高速度を上げる構想もあるなど、先を見据えた企画も持ち合わせています。そしてこれらの車両、試乗会が何度か開催されており、さらに本格的に日の目を見る機会が近づいています。実はこれまで見てきた区間の工事完了予定は、10月31日。そう、工事はすでに完了しており、11月1日からは、併用軌道区間にある電車連動式の信号機で電車用のオレンジ矢印が点灯する運用になっています。そしてこの動画の投稿翌日、11月17日の夜から、平石宇都宮駅東口間で、車両の試運転が始まります。17日と翌日の入線試験では、車両が架線中や停留場に接触しないことを確認します。走行するのは1編成1往復。初日は時速5キロ程度、2日目は15キロで走行して安全確認をします。また、21日からは走行性能試験を行い、勾配区間での停車発車などもなされ、走行回数も増えるほか、時間も平日の午前9時から午後4時となる予定で、営業運転の時速40キロに近づけていく計画です。ウェブサイトなどでは交通ルールの周知が行われている一方、試運転中は警察の協力も得て交通への支障を減らしつつ、軌道と車道の間にバリケードを設置し、交差点ごとにガードマンを配置、LRT に慣れていない人も多い中、安全確保に重点を置いた体制を整えます。いよいよ基地の外に車両が現れ、開業ムードが盛り上がる羽賀宇都宮 LRT。一方、試運転区間から漏れた平石停留場より先の区間の様子と、路線の未来を取り巻く複雑な事情は、後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。